球体や直方体などの基本形状を使用してモデリングをしていきます。スケッチは使用しません。大きさや追加位置を指定していますが、操作を理解している方は自由に楽しんでください。プリミティブモデリングで作成した動物の森ベルリーナの履歴再生も最後に収録しています。画面下中央、ナビゲーションバーのグリッドとスナップからグリッドにスナップにチェックを入れます。これは名前の通りで、作業面にプリミティブを追加するときのクリックポイントをグリッドの交点にスナップできる設定です。最初に Q コマンドで小鳥の体を作成します。ツールバーの作成から Q コマンドをクリック。次に XYZ のどの面で作業するのかを選択しますが、今回のチュートリアルでは、座標面選択はすべて YZ 面となります。ビューキューブの右面をクリックすると YZ 面が正面に来るので分かりやすいです。YZ 面クリック。グリッドの中心をクリックして、直径 50mm、新規ボディであることを確認して、OK クリック。キーボードのエンターでも OK クリックと同様確定できます。次に、Q コマンドで顔を作成します。Q コマンドクリック、YZ 面クリック、グリッド中心クリック、直径 40mm、操作を新規ボディに変更して、OK クリック。次に顔の球体を移動しますが、体と顔の球体が重なっている状態で、顔の球体が見えません。選択方法は複数ありますが、今回はブラウザから選択してみましょう。左上のブラウザの中のボディを開いて、ボディ2をクリックします。顔のオブジェクトが青く選択されました。そのままで移動コピーコマンドをクリックしてください。矢印のついたピボットが配置されました。矢印で Y 距離 -20mm、Z 距離 10mm 移動して、OK クリック。次に体と顔を一つのオブジェクトにします。ツールバーの修正から結合コマンドクリックして、体オブジェクト、顔オブジェクトの順にクリック。操作が結合になっていることを確認して、OK クリック。ブラウザで名前を変更しましょう。ご自身でわかりやすい名前にしてください。ここではボディ1を体にしました。次に Q コマンドで翼を作成します。Q コマンドクリック、YZ 面クリック、グリッド中心クリック。直径 41mm、操作を新規ボディに変更して、OK クリック。ブラウザで名前をボディ3から翼に変更しました。名前を変更した時点でオブジェクトが青く選択されています。そのままで移動コピーコマンドをクリックします。もし選択が解除されていたら、もう一度ブラウザの翼をクリックしてください。少し斜め視点にします。矢印を X 距離 10mm、Z 距離 2mm、Y 距離 2mm 移動して、OK クリック。次に、ミラーコマンドを使って翼を反対側にコピー作成します。ツールバーの作成からミラーコマンドをクリック。ミラーで複製したい翼オブジェクトをクリック。設定パネルの対象面の選択をクリック。見えづらいですが座標面が表示されるので YZ 面をクリック。反対側にグリーンのコピーオブジェクトが表示されたら新規ボディで OK クリック。次に Q コマンドで目を作成します。ビューキューブ右面クリック。Q コマンドクリック、YZ 面クリック。今回はグリッドの中心ではなく、配置する近くのグリッド交点から追加してみましょう。Y 軸 -50mm、Z 軸 10mm の交点をクリック。直径 3mm、新規ボディで OK クリック。普段は配置する近くの場所に追加しています。名前を目にしました。移動コピーコマンドクリック、
Y 距離 11.5mm、X 距離 8mm、OK クリック。ミラーコマンドクリック、目オブジェクトクリック。設定パネルの対象面の選択クリック、YZ 面クリック、新規ボディで OK クリック。次に、トーラス、直方体、押し出しコマンドで尾羽を作成します。ブラウザで今まで作成したオブジェクトを非表示にします。目のマークをクリックしてグレーアウトしてください。非表示にするのは、これから行う切り取り操作に巻き込まないためです。目のオブジェクト追加のように、離れたところで追加すれば、非表示にしないで済みますが、今回はわかりやすいように、グリッド中心からの追加となります。ビューキューブ右面クリック、ツールバーの作成からトーラスコマンドをクリック、YZ 面クリック、グリッド中心クリック、内径 100mm、トーラスの直径 15mm、新規ボディで OK クリック。名前を尾羽としました。直方体コマンドを使用して切り取りをしていきます。ツールバーの作成から直方体コマンドをクリック、YZ 面クリック。グリッドを 5mm 表示になるようにします。マウスホイールを回すとグリッドの大きさと値が変化するのがわかります。Y 軸 -75mm、Z 軸 50mm の交点をクリック。そのまま右下にドラッグしてトーラスを囲みます。適当な位置でクリックしてください。少し斜め視点にして、青矢印を手前方向にドラッグして切り取りできたら、OK クリック。ツールバーの作成から押し出しコマンドクリック。先ほど切り取りされた面をクリック。青い矢印を反対方向にドラッグして切り取りできたら OK クリック。上側も同じように切り取りします。ビューキューブで右面クリック。直方体コマンドクリック。YZ 面クリック。今度は 1mm 表示のグリッドにするために、オブジェクトが大きく見えるようにマウスホイールを操作してください。カットした面から 2mm 上をクリック。右上にドラッグして適当な位置でクリック。少し斜め視点にして。青矢印を手前方向にドラッグして切り取りできたら、OK クリック。押し出しコマンドクリック。カットされた面クリック。青矢印を反対方向にドラッグして切り取りできたら OK クリック。ツールバーの修正からフィレットコマンドクリック。上下のエッジ2本をクリック 0.5mm 入力して OK クリック。次にトーラスコマンドでくちばしを作成します。尾羽と同じように切り取りして作成します。ビューキューブ右面クリック。トーラスコマンドクリック、YZ 面クリック。グリッド中心クリック。内径 5mm、トーラスの直径 3.5mm。新規ボディで OK クリック。名前をくちばしにしました。直方体コマンドクリック、YZ 面クリック。Y 軸 -5mm、Z 軸 3mm の交点をクリック。そのまま右下にドラッグしてトーラスを囲み、適当な位置でクリック。少し斜め視点にして、青矢印を手前方向にドラッグして切り取りできたら、OK クリック。押し出しコマンドクリック。切り取りされた面をクリック。青矢印を反対方向にドラッグして切り取りできたら、OK クリック。フィレットコマンドクリック。エッジをクリック。0.1mm 入力で OK クリック。
ミラーコマンドクリック、くちばしクリック。設定パネルの対象面の選択をクリックして、先ほど切り取りしたくちばしの底面をクリック。新規ボディで OK クリック。移動コピーコマンドクリック、下のくちばしクリック。Y 距離 0.3 ミリ移動して OK クリック。結合コマンドクリック。上のくちばし、下のくちばしの順にクリック。操作は結合で OK クリック。次は尾羽とくちばしを移動します。ブラウザでグレーアウトした目のマークをクリックして、オブジェクトをすべて表示させます。移動コピーコマンドクリック。尾羽オブジェクトにマウスを合わせて、オブジェクト中心のスナップポイントにピボットが配置されるようにクリックしてください。ビューキューブ右面クリック。矢印を Z 距離 -64 ミリ、Y 距離35ミリ、X 角度 -20 度移動して OK クリック。尾羽が見える斜め視点にしてください。移動コピーコマンドクリック。先ほどと同じように尾羽の中心のスナップポイントにピボットが配置されるようにクリックします。設定パネルの中のコピーを作成にチェックを入れます。X 距離 -3 ミリ、Y 距離2ミリ、Z 距離 -2 ミリ、Z 角度 -5 度で OK クリック。どの矢印をドラッグすればいいかわからなければ、矢印ドラッグとオプションパネルの値と見比べながら移動してください。ミラーコマンドクリック。先ほどコピーした尾羽をクリック。設定パネルの対象面の選択をクリック。YZ 面クリック。新規ボディで OK クリック。次にくちばしを移動します。顔が見える斜め視点にします。移動コピーコマンドクリック。ブラウザのくちばしクリック。Y 距離 -39 ミリ、Z 距離4ミリ、X 角度20度移動して OK クリック。これでモデリングが完了しました。ご自身で可愛いと思える大きさや配置にしてみてください。次はレンダリング作業に移ります。左上のデザインをクリックしてレンダリングをクリック。レンダリングキャンバスに変わりました。現在の環境は広場になっています。同じ設定にする場合は、ツールバーのシーンの設定コマンドをクリックして、環境ライブラリのタグをクリック、ライブラリの中から広場をダブルクリックするか、現在の環境にドラッグ&ドロップをしてください。設定タグをクリック、上から設定していきます。明るさを好きな明るさにしてください。25000ルクスぐらいにしてみました。位置はアングルを決めてから設定します。背景は環境からソリッドカラーに変更。ソリッドカラーに変更しても環境ライブラリで適用されている光源になります。色のボックスをクリックするとカラーパネルが表示されるので、スライダーバーで色相を十字カーソルで明度、彩度を選べます。RGB の値入力もできますので、好きな色を選択してください。グラウンド面と反射にチェック。カメラはパース、焦点距離 96mm、露出 13.4EV、重応比を16対9としました。今回16対9にしたのは YouTube に合わせています。一旦閉じてください。好きなアングルを決めます。このアングルを固定設定します。ブラウザの名前のついたビューを右クリック。新規名前付きビューをクリック。名前をベストビューとしました。これでぐるぐる動かしても、ベストビューをクリックすれば、設定したアングルに戻ります。シーンの設定コマンドクリック。
1の矢印十字をクリック。光源を回転できるスライダーバーを動かして、光の当たるところや影などを見ながら操作してください。回転22度としました。今回はシーンの設定コマンドから設定を行いましたが、外観コマンド、アングルは何度も行ったり来たりするので、どれが先がいいかの明確なルールはないと思います。次は外観でマテリアル付けをしていきます。ツールバーの設定から外観コマンドクリック。今回はシマエナガ風にマテリアル付けをしていこうと思っています。青い鳥やスズメ、カラフルな鳥など好きな色にしてください。ライブラリのペイントのパウダーコート洗いから白を体オブジェクトにドラッグ&ドロップしてください。このデザイン内にある先ほど体オブジェクトに適用したパウダーコート白のアイコンをダブルクリックすると設定パネルが表示されます。尺度をスライダーか値入力で80としてください。完了をクリック。体の表面が少しボコボコに表現されました。次は目のオブジェクトにペイント、光沢、エナメル光沢の黒をドラッグ&ドロップ。ブラウザリストの名前にドラッグ&ドロップしてもできます。次はくちばしオブジェクトにペイント、光沢、エナメル光沢の灰色をドラッグ&ドロップ。このデザイン内のエナメル光沢の灰色をダブルクリックして、カラーパネルの十字カーソルを少し下に移動。同じ色にする場合は RGB75、75、75で完了クリック。次は翼オブジェクトに木材硬質、蒸し上げ、3D アッシュ材蒸し上げをドラッグ&ドロップ。このデザイン内のアイコンをダブルクリック。色や木目などを設定します。十字カーソルやスライダーでお好みにしてください。ここでは試作で作っていた値を入力しています。素材の色の RGB は134、111、87。手動板材色の RGB は68、64、57。素材の粗さ 0.580。板材の粗さ 0.828。年輪の厚さ 5.177。年輪の隆起0。完了して外観を閉じます。ビューキューブ右面クリック。ツールバーの設定からテクスチャマップコントロールコマンドクリック。翼オブジェクトクリック。115度回転。下方向に2ミリ移動で OK クリック。外観コマンドクリック。反対側の翼にもドラッグ&ドロップをしますが、必ずこのデザイン内からドラッグ&ドロップしてください。閉じるクリック。テクスチャマップコントロールコマンドクリック。翼クリック。回転65度。下方向に2ミリ移動で OK クリック。次は尾羽です。外観コマンドクリック。ライブラリから翼に適用した同じマテリアルを中央の尾羽にドラッグ&ドロップ。同じマテリアルを適用しましたが、
翼のマテリアルは設定パネルで変更を行ったので、素材が同じでも見た目が全く違うマテリアルになっています。このデザイン内の尾羽に適用した 3D アッシュ材をダブルクリック。素材の色 RGB は68、64、57。手動万歳色の RGB は188、177、159。素材の粗さ 0.759。万歳の粗さ1。年輪の厚さ 2.594。年輪の隆起0。一番上にある名前を変更します。このマテリアルはローマ字入力のみのようですので、尾羽と変更しました。完了します。このデザイン内の翼と尾羽のマテリアルアイコンの名前をマウスを合わせて確認してみてください。名前を変えたので、同じ素材のマテリアルでも差別化できました。マテリアルを多く使用するときは、すべて名前変更をお勧めします。アイコンの位置がシステムの不具合によって勝手に移動するからです。先ほどはローマ字での名前変更しかできませんでしたが、日本語での変更をしてみましょう。体オブジェクトに適用したパウダーコートを変更してみます。アイコンダブルクリック。このパネルではローマ字での入力のみです。右下の詳細クリック。このパネルで日本語の名前を変更します。体とだけ入力してもいいのですが、何の素材を選択したのかを記しておきたいので、元の名をすべては消去はしません。残りの尾羽にも、このデザイン内からマテリアルを適用してください。これで、マテリアル付け完了しました。次は、レンダリングを行っていきますが、フュージョンには3つのレンダリング方法があります。こちらのレンダリングは、ローカルレンダリングとクラウドレンダリングができます。レンダリング設定パネルで、画素数や解像度を選択できます。ローカルレンダラでは、パソコンのバックグラウンドでレンダリング処理を行い、変更作業ができます。クラウドレンダラは有料ですが、高画質なレンダリングが行えます。今回はこのレンダリングは使用しません。こちらのキャンバス内レンダリングコマンドを使用します。ローカルレンダリングと同じで、パソコンでの処理になりますが、キャンバス内レンダリングは変更作業ができません。その上、作業面をマウスで操作してしまうと、再レンダリングとなってしまい、何時間もレンダリングしたのに、ゼロスタートとなってしまいます。それを避けるために、ツールバーからキャンバス内レンダリングの設定コマンドをクリック、ビューをロックにチェックを入れてください。チェックを入れることで、レンダリング画面を固定できます。ブラウザのベストビュークリック、キャンバス内レンダリングコマンドをクリックして、レンダリングを始めましょう。開始されると、右下のステータスバーに有料、最終、無限と表示されていますが、有料までで十分だと思います。ノイズが気になるようでしたら最終、無限まで行ってください。その場合、有料の下の三角を最終、無限に動かしてください。今回の有料までのレンダリング時間は、パソコンのスペックにもよりますが、約2分から3分ぐらいです。私がキャンバス内レンダリングを使用するのは、マテリアルの表現がキャンバス内とローカルで違うことがあり、キャンバス内の方が好みだからです。キャンバス内レンダリングとローカルレンダリングどちらが自分に向いているのか、
画質も含め試してみてください。有料まで来たので、レンダリング終了する前に、フュージョンで行うスクリーンショットでレンダリング画像を保存します。ツールバーのイメージをキャプチャコマンドをクリック。このパネルでの変更はできません。OK クリック。名前をつけてください。タイプは加工をするのであれば、品質が維持される PNG、SNS にアップ目的なら一番軽い JPEG、ポスターのような印刷物にしたいときなどは TIFF、保存先はクラウド内のプロジェクトに保存か、ローカルコンピューターに保存のどちらかにチェックを入れて、保存先をご自身で決めてください。キャンバス内レンダリングをクリックして、レンダリングを終了します。これで、小鳥のチュートリアルは完了しました。ご視聴ありがとうございました。この後、小鳥と同じプリミティブモデリングで作成した動物の森ベルリーナの履歴再生を収録してあります。よろしければご覧ください。